はいどうも、ご安全に制汗溶接職人家事チャンネルの家事です。今回は歪みを理解しよう第11回目、ミクロな現象を理解しようの2、金属に熱による縮みが発生するメカニズムを解説と題しまして、金属を溶接したりガスで焼いたりして熱がかかるとその部分が縮む現象がなぜ起こるのか、原子や分子レベルでどんな現象が起こっているのかをめちゃくちゃ噛み砕いて皆さんに分かりやすく解説しようと思います。本編では溶接をメインに解説していますが、ガスで焼いて歪みを直す場合でも同じ現象を使って歪みを直すので、この動画を見てもらって歪みに対する理解を深めてもらえればと思います。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速いってみよう。前回ナンバー43の動画では、金属に熱がかかると原子の振動が激しくなって温度が上がること、その原子の振動具合が原因となって膨張や収縮すること、一般的には温度が上がり膨張しても元の温度に戻ると体積は元の体積に戻り縮むことはないということなどを解説しました。これらの動画を後付けですがミクロな現象を理解しよう1としています。まだ視聴していないよって人はそちらを見てからこの動画を視聴していただくとより理解が深まると思いますのでよろしくどうぞ。一般的には温度が上がり膨張しても元の温度に戻ると体積は元の体積に戻り縮むことはないと解説しましたが、私たち鉄工業界では溶接やガスなどで熱がかかると縮むということは常識ですよね。その縮みにより厄介な歪みが発生して困ってしまいますし、この現象を使って歪みを直したりします。矛盾してますよね。考えてみるとめちゃくちゃ不思議な現象です。歪みが発生するせいで苦労もしますし、そのあたりが製缶屋の腕の見せ所でもあります。前置きが長くなりましたが、なぜどのような現象が原因で歪んでしまうのかという金属に熱による縮みが発生するメカニズムをネット上に落ちている論文や本などを読み漁って私が理解できたことを皆さんになるべく分かりやすく噛み砕いて解説しようと思います。意見や補足などありましたらコメントで教えてくださいね。シチュエーションとして板2枚に60度の櫂先を取って突き合わせ溶接した場合を考えます。ここではビードの断面を使って解説します。溶接ビードの断面を見るとこのような3つの種類に分けることができます。図のように溶接金属、熱影響部、母材に分けられます。これらは1番、2番、3番と呼ばれるのですが、一般的には1番や3番とは言いません。なぜか2番だけが残ったようです。2番が割れたなんて言いますよね。ビードの際のことを言います。この2番と溶接した金属1番が悪さをして歪みが出ているのですが、今回2番についてはさらっと流します。へえそうなんだくらいで主張してください。2番は熱影響部やハズと呼ばれます。ハズとはヒートアフェクトゾーンの頭文字を取ったものです。そのまま熱が影響する場所ですね。溶接時は母材側は温度が低く、溶接ビードは金属が溶けるほどの高温になっているためにグラデーション状に母材と溶接部の温度差の境界で形成されます。2番の組織は金属の種類によって違うのですが、入熱が大きくなると温度差も大きくなるのであまり良くないんだろうなってことが分かっていればいいと思います。予熱が必要な材料などはこの温度差を少なくする目的なんだなって理解しておいてください。1番と呼ばれていた溶接部に注目してなぜ縮むのかを解説します。なるべく簡単に解説しますが、
幸福点という言葉だけは覚えておいてほしいので先に説明させてください。この図は応力歪み曲線と呼ばれるグラフです。縦軸に応力、横軸に歪みを表しています。応力とはいわゆる力のことだと思ってください。歪みとは物体に引っ張る押すなどの力を加えた時の変形量のことです。金属引っ張りマシーンとプレスマシーンでそれぞれ図のように金属を引っ張ったり潰したりしたとします。あまり力がかかっていない時は力を抜くと元の形に戻ります。いわゆるスプリングバックです。しかしさらに力を加えるとある地点で力を抜いても伸びたままや潰れたままになり元の形に戻ることはなくなります。この力をかけた時に元の形に戻らなくなる地点を幸福点と言います。幸福とは敵に対して自ら負けたことを認め敵に従うこととありますので、物体が力に負けて変形した地点のことだと覚えてください。板をプレスなどで曲げるときに少し押しただけなら元の形に戻ってくるのに、あるところまで押すと戻らなくなるという現象と同じです。この戻るところと戻らなくなるところの境を幸福点と言います。幸福点は温度によって変わります。幸福点が温度によってどのように変化するのかを温度と力のグラフにして書いてみるとこうなります。縦方向に力で横方向に温度です。常温では力10が幸福点だとすると、温度が上がるにつれて力は0に近づいていきます。つまり温度が上がると少し押したり引っ張ったりしただけで元の形に戻らなくなるのです。丸棒などを焼いて曲げたりしますが、この時などは温度が上がり幸福点が下がるので人間の力でも簡単に曲げることができるというわけです。金属の温度が上がると柔らかくなるということは経験上知っていますよね。では金属に熱による縮みが発生するメカニズムを解説します。櫂先を溶接すると溶接した部分に熱がかかります。金属が溶けるほどものすごい温度です。溶接部をイメージ化して見てみます。櫂先を溶接して金属が溶けた部分ができると、温度が高いため原子がめちゃくちゃ暴れて膨張しています。本当ならこんな感じになりたいところですが、周りの母材は温度が低いため同じようには膨張しません。そのため溶けた部分が膨張したくても膨張できない状態になります。この状態は圧縮された状態と同じです。本当はこの大きさになりたいのに圧縮されてこの大きさになっている状態です。ここで先ほどの幸福点の話が出てきます。温度が上がると幸福点は0に近くなるので、少しの力がかかっただけでも元の形に戻らなくなります。つまり圧縮されている状態が無理していない状態というわけです。この時点で溶けた金属部分は圧縮され収縮している状態になっています。プレスで押されて小さくなってその形で止まっている状態と同じです。そこから温度は元の常温まで冷めていきますが、原子の振動も温度が冷めるにつれて穏やかになり、その間は収縮し続けます。溶けて膨張している状態ですでに縮んでいる状態なので、常温になった時は元の体積よりも縮んでいるということになるのです。つまり高温になった金属と常温の母材との温度差により局部的に高速状態ができて縮みが発生し、そこから温度の低下により縮むので、元の状態より収縮してしまい歪んでしまうというわけなのです。溶接時に溶けている部分は上から見るとどんな形ですか？楕円だと言われそうですが、丸だとしましょう。断面で見ると半円って感じです。つまり3次元で見ると半球状に溶けていると言えます。アークを切るとその半球の2番と呼ばれる境界面から
溶けた1番と呼ばれる中心に向かって固まりながら縮みます。この時に2番に向かって一様に引っ張られるため、最後に固まる部分に大きなストレスがかかります。この引っ張りに耐えられなくなった部分にクレーターができるというわけです。皆さんに分かってもらいたいことは、極端な温度差が原因で歪みの原因となる縮みが発生するということと、その縮みは原子レベルの減少が原因ということ、それから原子レベルの減少ということは、目にも見えないとても小さな原子であっても無数に集まって大きな力になり、金属を歪ませているということです。私たちがどんなにあがいてもとてもかなわない力だと受け入れるところから始まって、受け入れた上でどうしたら歪みを許容できる範囲に収めることができるのかを考える必要があるということだと思います。はい、どうでしたか？今回解説した知識はピンポイントで使える知識ではありませんが、金属に局部的に熱が加わった時に金属の中ではどんな現象が起きているのか、そこが分かればなるべく歪まないように溶接するにはどうすればいいのかや、効率的な歪みの取り方など応用が効くこともあるのではないでしょうか。はい、質問感想ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。